正直他人事と思ってました。後悔しか、なかったです。こちらでお亡くなりになられていたようですね。この辺りは全て体液です。これ頭皮が落ちてます。髪の毛です。かなり虫が繁殖している状況です。全部ハエですね。非常にもう後悔しか、なかったです。関西クリーンサービスの亀沢でございます。本日はですね、特殊清掃の現場に来ております。ご依頼者様は息子様で、お父様がお一人でトイレの中で孤独死されていたということです。だいたい死後1ヶ月弱ほどで発見されたそうです。早速入っていきたいと思います。匂いがかなり漂っております。こちらでお亡くなりになられていたようですね。この辺りは全て体液です。これ頭皮が落ちてますね。髪の毛です。もうまるでウィッグのように、カツラのように剥がれ落ちてますね。ですので、おそらく頭がこちらにあって、ここあたりも体液がたくさんちょっと染みついている状態なので、こう半分下半身はこっちに出てて、頭がここに置いてあった状況だったんでしょうね。で発見された当時ももうかなり腐敗が進んでいたようなので、この夏ものすごく暑かったので、そんな中でね、1ヶ月ぐらいもやっぱりこのまま放置されていると、それ相応にやっぱり腐敗は進んでいると思います。ご遺体はもちろん引き上げてくださるんですけれども、体の一部とか、そこまでは持っていってくれないケースも多いので、これウジですか？これウジです。これ全部ウジ虫ですね。血液からね、汚物とか体の中にある体液が今このトイレに全て集中して置かれている状況です。ここがもうこの壁一枚向こうがお隣のお家の玄関になるんです。でもそこのお家の床下から虫が湧いてきていると苦情が来ておりますので、今からちょっとそれの確認をしに行きたいと思います。これ全部ハエですね。すごいですけど。ご依頼者様の、元は小さい頃住んでいたご実家ということで、もともとはご家族の皆さんでこちらに住まれてて、皆様所帯を持たれて出て行かれて、最後お父様はお一人でこちらに住まれていたということです。ではお2階の方に参りたいと思います。ここはあまり生活感がない状況ですね。
多分おそらくご依頼者様が以前幼少の時に使っていらっしゃった学習机がそのまま置いている状況ですね。こちら冷蔵庫の中ですけれども、ほぼほぼ下は入ってないです。上はちょっと虫がかなり虫が繁殖している状況です。本日の作業はですね、相続されるということですので、権利書とか重要書類とかそれを選別しつつ、課題度を搬出していきます。で、こちらのお手洗いの方も清掃させていただいて、あとこの床ですね、これクッションフロアを貼られているんですね。で、もうこちらにも体液が浸透してますし、いろんなお部屋に刺繍がずっと充満してしまっている。ですので、この床の上の1枚クッションフロアを全部剥がす作業までさせていただきます。ここに排水溝があるらしいんですけれども、体液とか人体の一部とかがもう排水溝に詰まってしまって何も流れない状況になってますね。なんかこれからこちらの超高濃度のオゾンを発生するオゾン発生器で脱臭していきたいと思います。もうスイッチオンにしたらすぐ我々のお部屋から出てきた。今回この関西クリーンサービス弊社の方にご依頼いただいたきっかけといいますか、はい。そういうところをお聞かせいただければと思います。よくテレビなんかで特番でやったのと、はい。で、そこから YouTube 検索しまして、で、動画の方を拝見して、で、ホームページも拝見させてもらって、信頼できる会社かなと思って、今回依頼させてもらいました。ありがとうございます。お父様が
お亡くなりになられたというはい訃報ですね、を聞かれたきっかけといいますか、はい第一報はどのような知らせで？警察から電話がかかってきまして知りました。あ、なるほど。警察からどのように連絡がありました？お家の方でお父様が亡くなられてましたと。はその時の心境としてはもうやっぱりびっくりされて。い。複雑でしたね。じゃあもうそのまますぐに行かれたんですか？すぐに警察の方に、出向いて、その時はもう警察がご遺体を引き上げて。そうです。安置してもらって。あとお父様はい。との、ご連絡のやり取りですね。最後に取られたのっていつ頃でしょうか？ 5、6年前やと思います。それからはもう全然取らなくなっちゃって。そうですね。それ何かがきっかけで。両親離婚してるんですけど、おそらく母の死を知ってからちょっと鬱になったのかなと。いろいろバタついて大変だったと思うんですけれども、どのようなことが具体的に大変でした？孤独死っていうのもありますので、その後の整理、相続関係ですね。そのあたりがやはりわからない部分もありますし、一番、悩ましい部分かなと、感じました。銀行とか保険とか年金関係は全てもう手続きはもう済ませました。そうですか。大変でした。やっぱりすごい労力かかる。そうですね、時間もかかりますし、正直他人事と思ってました。でも今回、自分の身に降りかかって、一番はやはり後悔が大きいです。どのような後悔？連絡を取ってなかった、会ってなかった。で、連絡しようか会おうかっていう思いもあったんですけども、一歩踏み出せなくって、もうずーっとそのまま疎遠になってましたので、そこを一歩踏み出しておけば、こんなことにならなかったのかなという後悔があります。警察の方から遺留品ですね、遺品を返却されたときに、携帯電話の待ち受け画面が、うちの子供の写真だったんです。父もそんなに関心ないんかなと、こっちが勝手に思ってたので、いいかっていう感じで、思ったんですけども、非常にもう後悔しか、なかったです。先ほどご依頼者様のですね、インタビューさせていただいてですね、お父様との関係も特に悪くはなかったっていう状況だったそうです。ここ5、6年はずっと連絡を取っていなかったことを非常に悔やまれておられました。いつまでもあると思うな親と何やらっていう言葉が昔からありますけれども、最近連絡の取っていない親御さんであったりとかご親族の方、ご友人の方、もし身の回りにいらっしゃるようでしたらご連絡一度してあげてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の作業は終了とさせていただきます。ご視聴の方ありがとうございました。弊社関西クリーンサービスでは他にもゴミ屋敷の清掃であったりとか特殊清掃、遺品整理などのサービスを行っております。詳しくはチャンネル概要欄の方からご確認の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。